まず、今日から1月、児童虐待防止推進月間であります。児童虐待の相談対応件数は年々増加し続けております。子どもの命を守る社会に向けて、児童虐待防止は最重要課題の一つであり、社会全体で取り組むことが必要であります。そのためには、国民の皆さんにより強く関心を持っていただくことが不可欠であります。厚労省ではこの児童虐待防止推進月間に集中的な広報啓発活動を実施してまいります。本日の閣議では、大臣の皆さんにも月間へのご協力と、これですね、このオレンジリボンバッジの着用をお願いをいたしました。報道機関の皆さんにおかれても、児童虐待防止推進月間にあたり、児童相談所虐待対応ダイヤル189等の広報啓発にご協力をお願いをいたします。昨日、障害福祉分野の視察を実施いたしました。都内の障害者のグループホームと精神科病院を訪問し、職員や障害のある方などから現場の状況や課題を伺い、意見交換をいたしました。その中で、精神科病院に入院経験をお持ちの精神障害のある方から、退院後の地域での生活や就労体験、訪問看護の利用状況等についてお話を伺いました。障害のある方々が安心して地域生活を送るためには、生活支援、就労支援、医療等の地域におけるさまざまな関係者が連携して取り組むことが重要であると改めて認識をしたところであります。今後、国会で法案審議をお願いしていくことになりますが、今日伺った話などもしっかり踏まえつつ、障害福祉政策の充実に努めてまいります。3点目でありますが、電子処方箋については来年1月の運用開始に向けて、10月31日から山形県酒田市をはじめとした4地域17施設の医療機関、薬局でモデル事業を開始いたしました。このモデル事業では、システムや運用面の最終検証を目的に、4地域において最終的には約100施設で実際に電子処方箋の発行を行う予定であり、先進的な取り組みや課題を取りまとめ、全国の医療機関や薬局での円滑な導入につなげてまいります。また、医療 DX を推進する観点からも、先日閣議決定された物価高克服経済対策実現のための総合経済対策において、電子処方箋のさらなる導入支援や周知広報に必要な施策を盛り込んだところであります。引き続き安全かつ正確な運用に向けて環境整備を取り組んでまいりますので、全国の医療機関、薬局の皆さんにおかれまして、早期導入を改めてお願いをしています。関係資料をお出ししているところですので、ご注意ください。私の方からは以上であります。